こんにちは。まずはじめにネット上での広告やプロモーションについて初歩的な知識を知っていただくためのポイントとして大きく6つに分けて説明していきます。最初に取り上げるのが SEO という手法です。Search Engine Optimization の略で頭文字を取って SEO と呼ばれる技法で日本語にしますと検索エンジン最適化というような意味になります。検索エンジンというのは Google や Yahoo などインターネットで何かを検索する際に皆さんが使われているツールのことです。エンジンの最適化というのは結果として表示させる順位をできるだけ上位に持ってくるというような技術的な処理を施すことを言います。ではなぜ上位に表示させたいのかといえば、情報を求めて検索する人が検索結果の上から順番にその内容を見ていくというようなわけですので、宣伝の広告主にとっては検索結果の上位に自分のサイトが表示されるということが有利に働くということになります。これを意図的に、そして技術的に行うことを総じて SEO 対策と呼んでおります。実はこの技術というところに意外な落とし穴があります。インターネットが普及し始めた十数年前、ホームページも情報サイトも今ほど多くはありませんでした。その検索システムも比較的シンプルなものが使われていました。当時はインターネットのシステムや技術に長けた専門家が手を加えれば検索上位にサイトを持ってくるというようなことが比較的簡単にできました。ところが皆さんもご存知のようにインターネットという世界はものすごいスピードで進化を続けています。このような10年前の技術や方式が現在でも通用するということはありえないのです。現在のインターネットの世界では技術者が手を加えただけでコントロールできるというようなことはもはやありません。そしてもう一つさらに大きな落とし穴があります。何らかの方法を用いて検索上位に表示させることができたとします。アクセス数が劇的に増えたとして実際にそれがイコール売上に直結するのかという疑問ですね。アクセス数、ヒット件数が瞬時に爆発したという事例を一つご紹介させていただきます。70年代から80年代にかけて音楽シーンを飾ったクイーンというイギリスのロックバンドの姿を描いた映画ボヘミアン・ラプソディの大ヒットのおかげでボヘミアンというワードを打ち込んだユーザーがどんどん検索を重ねていくうちになぜかお笑い芸人の阿佐ヶ谷姉妹が歌うボヘミアンという動画にたどり着き、その動画の再生回数が245万回を記録したというようなちょっと面白いお話です。この例から学ぶ重要なポイントが2つあります。その一つが効率の良いアクセス数を得るための小手先の技術はない。現在は技術だけで対応できる時代ではないし、逆に技術にこだわりすぎてアクセス数を上げることだけが目標となってしまったら、それこそ本末転倒です。そしてそれが2つ目のポイントです。阿佐ヶ谷姉妹の例でお分かりいただけると思いますが、ほとんどのユーザーは本来の目的である情報を得られなかったにもかかわらず、それでも再生回数が200万回を超えたという事実は驚異的です。彼女の歌唱力が卓越していたことに共感を持ったユーザーが割と多かったからこそ、それが驚異的な再生回数につながったということです。このようにインターネットの広告や宣伝もまずは商材あるいは店舗ありきということが原則になるということがお分かりいただけると思います。ユーザーが探し求めている情報を見やすく分かりやすく、そして伝えることが最優先なのです。阿佐ヶ谷姉妹の騒動には実は私がお伝えしたかったことがはっきりと現れています。偶然そこにたどり着いたとしても、そのサイトが中身のないものであったらユーザーの関心を引くことも全くなくすぐに飛ばされてしまいます。それでも検索ヒット数、つまりアクセス数は増えますが、その数字に対した意味はありません。まずは原則通りしっかりとしたホームページを設計、そして構築することがネット広告の第一歩だということになります。最後にネット広告の情報として現在主流となっている方法を一つご紹介しておきます。Google や Yahoo に広告料を支払って宣伝してもらう方法です。自社の URL、リンクをバナーなどに埋め込んでクリックされると1回につきいくらという具合に広告代を負担するというものです。アクセス数に直結した課金システムなので、どれだけの人が閲覧したかという点ではデータ集計には役立つかもしれませんが、アクセス数イコール売上アップというような安易な方程式が成り立つわけではありません。広告費用を考えると小規模な事業者向けとは言い難いものです。ではどうするか、それがこの後に続くポイントになります。